50回も地震が起きるってのは一つの攻撃ですよ。堀さん。はい。なんかね、今年、新年1月1日から、いろいろなことがありました。能登の大地震、そして JAL 機の、衝突、炎上。なんか、2024年、いろんなことがあるっていうふうにね、ずっとチャンネルでもお伝えはしてたんですけれども、まさか元日からっていうことで。一粒万倍日と言われてね。すごくね、一番いい日ですっていうね。何十年に一回っていうふうに言われてましたけどね。ただ、やはり能登のね、地震であったりとか、JAL の件っていうのは、不自然なところがあったりしますね。ただね。だから、これをどう考えるかによって違うんですけど、例えばもちろん自然発生的に起きた事故、もしくは、自然災害と考えるパターンと、いやいや、もしかしたらそれは人為的にね、何らかの形で起きた、起こされたのかなっていうふうに考えるパターンといくつかあると思うんですよ。もちろんこれって被害者もたくさん出ていますし、たくさんの方々がね、今も現在も大変な状況なので、簡単にね、いろんなことを言えることではないですが、営業者の立場として、いろんな側面から物事を考えていかなきゃいけないってなった時に、日本だけで考えたらもうやるせないじゃないですか。ああいうね、もう逃げ場のないようなところ、もう道も壊れてしまって、だから今非常にその復興が遅れてるんですけども、ただ、いろんなニュース等々でそういうことは報道されているので、僕の立場からちょっと考えるっていうふうに考えたときには、ちょっと広い目で見たときに、じゃあ今世界はどうなってるんだっていう考え方がありますよね。例えばね、今、日経平均ってあるじゃないですか。日経225ね。これがね、実は一気にドンと下落して今マイナス141なんですね。そうなんですか？はい。で、今、全体で言うと上がってた時に比べると600ぐらいドーンと今。一気に上がりましたからね。落ちてます。で、ダウ平均もマイナス231っていうふうにどんどん落ちてってるし、じゃあ他にゴールドは上がったかというと、ゴールドも下がってる。なおかつ、ビットコインも下がってるっていうふうになっていくと、全体的にいろんなものが下がっていて、これ経済大丈夫なのってなるんですね。そしたら逆に言うと人災、自然災害別に含めてこういう事故がね、自然災害があった中で今度は経済が落ちていて、で、世界は今どうかというと、当然ウクライナ、ロシアの方もまだ終わってなくて、なおかつあちらこちらでもね、いろんな今紛争が起きております。そういう状況の中でね、日本の立場として、じゃあ日本は今後それに対してどうしなきゃいけないかっていうことの表明がないですよね。そうですね。ないんですよ。もちろん ODA っていう形で世界中にいろいろな支援はずっと続けてます、日本はね。ただ、僕はね、その台湾のね、いわゆる代表のね、再選も含めて、それに対してアメリカ側が、いわゆる台湾の独立に対して認めないということをはっきりね、言ったりとかしてることに対して、日本ってあんまり強く報道しないですよ。これが今のね、世界での日本の立場で、日本ってね、何にも言及できないし、逆に国内で起きているドメスティックないろいろな問題、芸能人の問題とか、不祥事の問題とかすごく大きく出すけれども、日本と世界っていうふうな、いわゆる考えなきゃいけない国際問題に関してはほとんど流れない。これはもう規制をかけられてるんですか？一つは見ないんですよ。そういうことを流してもね。私たちが。興味がないってことですか？もともと、3S 政策で GHQ 時代からね、スポーツ、スクリーン、セックスというふうに、日本人がそういう世界的なことに興味を持たないような政策を打たれてたこともありますが、興味を持たないってことはテレビを見てもらえないで、スポンサーもお金の出しょうがないっていうことで、なる部分もあります。もう一個はやはり今、政権自民党ですけども、岸田さんが、いわゆる世界中からいろいろな要求を受けている状況だと僕は思うんですよ。なぜかというと、やはり日本はお金も持っていますし、いろんな面で、支援施策ができるんだけども、今じゃウクライナでこうなってる。じゃあ今こっちでこうなってる。日本はどんな風にするんですかっていうところで、あちこちからつつかれている段階。そうですね。その段階で日本としても態度を決めきれないから、
ちょっとこう、右に左にうまく流してるときに、正月の時にこういうことがあったのかな。国内でね、こういう自然災害に、もしかしたらそれが意図的であればね、そういうことが起きたのかなっていうことは、なんとなくそういう部分でも考えられるかなっていう気はしますね。もちろん岸田さん一人の考えでそういうことができるわけじゃないんだけれども、あまりにもね、この復興支援に関してもそうだけれども、なんか全部本当に後手に回りすぎて、なんかこうはっきりしなさすぎてね。まさにでも翔子さんおっしゃるように、本来は時の首相がね、だけのことでできることじゃないんですよ、本来は。でも今はたくさんの逮捕者が例えば安倍派とかね、起きてるでしょ、逆に言うと今までっていうのは、後ろで守っている派閥があって、その派閥の考え方があって、派閥で動いてる空気はあったんですよ。今は、まあ、その大きい派閥がどんどん逮捕されることによって、少ない政治家たちの一部の人たちで動いてる感じはありますよ。なるほどね。それは二階さんも含めて、もともとやはり後ろのバックのね、大きい人たちも事情聴取を受けたりとかしてる状況なので、日本の政権がすごいそういう意味では混乱を起こしてるってことは間違いないです。その中において、例えば今までだったら海外からのいろんな要求はあったわけですよ。海外でいろんなことがあれば。でもそれに対して要求に即答えきれてないっていうところの、まあ、ゴテゴテ感が国際的にも当然あって、その中において、まあ今年の1月の1日のようなことが起きてるのかなっていう気もします、僕は。じゃあもう、あえてある意味、なんかこう言い方あれですけど、そういうのをフォローするためっていうことですか？いや、ではなくて、もしもあれが国内で起きてることじゃなくて、どっかの国が例えば加担していたとか、まあ人口自身もあるじゃないですかね、ハブもあるし、それこそ、その JAL 機に関しても、今いろんな問題が出てきてますよ。感染の問題もね。で、それが、まあ、どっちがどうだっていうふうに、まだ未だにズルズルでしょ。ちゃんとフライトレコーダーもあったりとかするはずなのに、答えが出ない状況で、まあみんな逃げ回ってる感じですけども、そこも全部含めて、もしも、国外からのいろんなことがあったとするのであれば、今の岸田政権の、その、海外に対する、施策に対する、お金に対する、もしかしたら、まあ、圧力っていうことも考えてもいいのかなって思ったりもします、僕は。そうしないと答えが出ないぐらいのややこしいんですよ。なんでここにこんなに起きてんだか。50回も地震が起きるってのは一つの攻撃ですよ。ある意味ね。だからそれは、あくまでそれは僕の見解ですよ。そういうふうに誰かが言ってるってことじゃなくて、僕はそんなふうに感じてる部分はあるので、まあもちろん地震に関しては早急にね、僕らもできることは支援していきますし、みんなで立ち上がっていこうということもしていきたいんですが、それ以前にね、私たちのその国、政権っていうのがどんだけ今不安定になってるかってことはみんな気がつかないといけないことかなっていう、そういう心配はありますよね。若いあやめさんたちはどんなふうに思う？私もそれこそ、その地震が起こった瞬間からやっぱりそういう風には感じたんですよね。この、あまりにもこう自然的ではないのかな。自然だよね。自然だなっていうのは思ったし、目を背けてばっかりじゃいけないよねっていうのは思いますね。やっぱりその考えでいて、平和になるならいいんですけど、それでやっぱり逃げ遅れたり、自分の身を守ることが遅れたりっていうことにつながるわけじゃないですか。守りたい人たちを守るために自分の意識をどんどんバージョンアップしていかないと、いつまでもそうですね、都市伝説っていう風に言ってて助かる命が増えればいいですけど、増えることはないかな。実際にこの地震が起きる前にね、3連発爆発があったとか、TBS がいろんなニュースを出したのに、全部消してしまってるとかって、いろんなこと、不自然なことも、まあ当然起きてるわけです。そういうことも起きなければね、僕らも、まあいやちょっと重なっちゃったよねって話になるけども、不自然なことがたくさん周りで起きてくると、不自然な方向からも物事を見ていかないと、起きたことに対して都市伝説化してどうっていうことじゃなくて、今後も起きうることとして私たちはいろいろ考えなきゃダメだよねっていうことですよね。だからそのね、やっぱりこの1月1日以降、やっぱり私とね、あいめ2人会うと必ずね、
自分たちでこうどう今後のために自衛していこうかっていうところを常にね、話し合うことにね、なんかなってるので、人工的であろうと、起こることには変わりないというか、被害は変わらないじゃないですか、自分たちへの。例えば今のお話にもありましたが、基本的にじゃあ全体的にもう一回話を元に戻してね、世界で何が起きてるかって考えたときに、まあ、ウクライナ、ロシアの問題があった、ハマスの問題があって、その後一回その戦争というか紛争が止まったように見えるけども、実際はどこも終わってないんですよ。終わってないってことは、まあ、これは広い目で見ると第三次世界大戦が、まあ、のようなものが起きていて、で、現代戦争ですから、まあ、兵器で人を殺しちゃうだけじゃなくて、同時にいろいろ経済的なことも含めてね、こういういわゆる自然災害も含めて、いろんな意味での攻撃っていうことは考えてもいいかもしれないですね。ですよね。私が今一番、まあ、ないとは思うんですけど、いろんなね、海峡とかのやっぱ封鎖があったり、まあ実際ね、もう攻撃あったじゃないですか。そういうことも含めて、本当に備えていかないといけないんだなっていうところをより強くは持ってるんですけど。陰謀説と言われながらも、まあどの事件とは言いませんが、1月の3日にね、アメリカで起きた、エプスタインのね、まあ詳しくは言いませんけども、まあいわゆる裁判の、記録を、まあ発表してね、まあ陰謀と言われてたことが実はありましたよ、っていうことも、まあ暴露されたじゃないですか。暴露っていうか、まあ発表された。これはだから今日は先ほどね、そのアイネさんが言ったことが全てですけども、いつまでも考え方を変えずに、バージョンアップしないで、まあこれは起きないよね、大丈夫、そんなことばっかり言ってたらダメだよねっていう考え方だと、起きてることは今までのことじゃないので、対応できなくなっていくから、あらゆる方面にね、物事の考え方をバージョンアップさせるってことは、本当に大事かなっていうふうに僕も思いますね。身を守るために大事かなって。面白がるってことじゃないですよね。そうです、そうです。自分たちの身にも起きてることですから。あと、なんていうのかな、すべてを国に任せない。頼るっていうことも大事ですけど、やっぱり自分で守れるところはね、最低限は本当にやっぱり準備して備えていかないといけないんだなっていう。風の時代の特徴かもしれないね、これはね。それこそさっきもね、政権がこれだけ混乱してるっていうことは。なおさらね。そこはやっぱりみんな言及しないと、やはりそのね、安倍政権のね、政治家たちがこんなにね、たくさんこうね、逮捕されていくっていうこと自体がね、日本の逆に言うと、政権が弱くなっているってことですから、海外からすると、もう混乱に陥っている国っていうふうに移っていくことは間違いないですね。今、現在も大変になられている皆さんね、被災を受けられている皆さんのね、安否、それから今後のね、まあ、今後含めて私たちもできることは頑張っていきますんでね、ぜひそこは、本当にね、私たちもね、ちょっと心配しております。同時にその JAL の問題もね、自衛隊のね、自衛官の皆さんのそのね、ご冥福もお祈りしながらね、今後のね、情報にもお互い注視しながら、我々も有益な情報を出していきたいと思ってますので、皆さんもぜひ考え方をバージョンアップしてね、何でもかんでも都市伝説じゃなくて、いろんな目線から物事を見ていけるようにしていけたらなというふうに思っております。